1992年2月、国会での予算委員会。自民党の実力者が声を荒げていた。日銀総裁の首を切ってでも金利を下げさせろ。公然と中央銀行のトップの進退に踏み込む異例の発言だった。矛先が向けられていたのは一人の日銀総裁だった。株価は暴落を続け、不動産の価格も底が見えない。街には倒産や失業への不安が広がり始めていた。だがこの男はわずか2年前まで全く違う扱いを受けていた人物だった。よくやった、これでバブルが収まる。国民の多くが拍手を送っていた張本人だったのだ。一体このわずか2年の間に何があったのか。称賛から批判へ評価が真っ二つに割れた男の物語を今日は追っていく。前回の動画で見た通り、日本は所得倍増計画をきっかけに驚異的な成長を遂げていた。一時的なオイルショックを乗り越えながらも経済は着実に拡大を続ける。そして1985年、先進国が協調してドル高是正に動いたプラダ合意が新たな転機を生む。急激な円高が進み、輸出産業は打撃を受けた。その対策として日本銀行は金利を大きく引き下げる。世の中にあふれた安いお金は行き場を求めて株式や不動産へと流れ込んでいった。土地の値段は絶対に下がらない。そんな土地神話が日本中で信じられるようになっていく。企業も個人もこぞって土地や株を買い、財産を増やす財テクに熱を上げた。株価も地価も天井知らずの上昇を続けていた。この熱狂の真っただ中に一人の男が日本銀行のトップに就くことになる。その男の名は三重野康。大分県の出身で東京大学法学部を卒業した後、日本銀行に入行した。早くから将来の総裁候補と目され、日銀のプリンスと呼ばれていた人物だ。1965年、経営危機に陥った山一証券を企画課長として救済へと導いた。理事、副総裁を歴任し、金融の現場を知り尽くした男でもあった。1989年12月、三重野は第16代日本銀行総裁に就任する。その就任のタイミングは、後の運命を大きく左右することになる。三重野が就任したまさにその年の暮れ、1989年12月29日、日経平均株価は38,915円という史上最高値をつけていた。次は4万円、いずれは5万円も見えてくる。市場にはそんな楽観論すら渦巻いていた。一方で都心の住宅価格は1億円を超えるのが当たり前になっていた。普通のサラリーマンにはおはやマイホームは手の届かない夢になっていた。資産を持つ者と持たざる者の格差が社会の分断を生み始めていた。三重野は就任直後からこの熱狂に急ブレーキをかける。日本銀行が民間の銀行にお金を貸す際の基準となる金利を公定歩合という。この公定歩合を就任からわずか1年足らずのうちに3度にわたって引き上げていったのだ。1990年8月には公定歩合は 6% にまで達していた。江戸時代の名奉行になぞらえ、その強硬な姿勢は平成の鬼兵と呼ばれるようになる。投機に走る市場を力ずくで冷やしにかかる、そんな評判だった。資産バブルに苦しめられてきた庶民の多くはこの決断に拍手を送った。三重の乗り上げと歩調を合わせるように大蔵省も動いた。1990年3月、大蔵省は不動産融資の総量規制という行政指導を金融機関に通達する。不動産業向けの融資の伸びを貸し出し全体の伸び以下に抑えるという踏み込んだ内容だった。資金の蛇口を行政と中央銀行が同時に締め上げた形になる。効果は劇的だった。
株価はわずか9ヶ月後の1990年10月には2万円を割り込んでいた。史上最高値からほぼ半分の水準にまで値を落としていたのだ。地価の上昇もピタリと止まり、そのまま下落へと転じていく。不動産会社の中には土地を投げ売りするところも相次いだ。土地や建物を担保に融資を言っていた銀行は、その担保価値が融資額を下回るという事態に直面する。不良債権と呼ばれる回収の見込めない貸し出しが金融機関の中に積み上がっていった。かつて絶対に下がらないと信じられていた土地神話はあっけなく崩れ去った。だが日本銀行はすぐには金融緩和に転じなかった。バブル退治を最優先する姿勢を崩さず、高い金利水準を維持し続けたのだ。その間にも景気の落ち込みは深刻さを増していく。倒産が相次ぎ、失業への不安が社会に広がっていった。1992年、ついに政治の側からも日本銀行への批判が噴き出す。自民党の実力者が国会周辺でこう口にするまでになっていた。日銀総裁の首を切ってでも金利を下げさせろ。これが冒頭で見たあの光景だった。1991年7月になって日本銀行はようやく利下げに転じる。だが一度回り始めた資産価格下落の歯車は簡単には止まらなかった。平成の鬼平ともてはやされた男はいつしか違う呼び名で語られるようになっていた。日本経済を壊した戦犯。当時出版されたある書籍にはこんな刺激的な問いがそのままタイトルに使われている。三重野泰日銀総裁は日本経済を滅ぼしたのか。1994年12月、三重野は激動の5年間を終え、総裁の座を退いた。結論から言おう。三重野の判断は正しくもあり、間違ってもいた。投機には帰ツ市場に急ブレーキをかけたこと自体は必要な決断だったという見方は根強い。行き過ぎた資産バブルをそのまま放置するわけにはいかなかったからだ。問題はその後だった。株価と地価が急落し、経済が悲鳴を上げ始めてからも、日本銀行は高い金利水準を維持し続けた。金融を緩めるタイミングが後手に回ったのだ。このブレーキの踏み過ぎが不良債権問題を深刻化させたという指摘は今も根強い。大都市の商業地の地価はその後2005年まで実に15年にわたって下落を続けた。ピーク時と比べおよそ9割近くまで値を落とした調査結果もある。その後日本を襲う失われた10年、そして20年30年という長期停滞。その入り口を開いてしまったという見方だ。もっとも一人の総裁の決断だけで全てを説明することはできない。大蔵省の総量規制、金融機関の過剰な貸し出し体質、そして崩れるまで誰も疑わなかった社会全体の楽観的な空気、これらが複雑に絡み合った結果でもあった。1989年12月29日につけた日経平均の史上最高値は、その後30年以上、一度も更新されることはなかった。失われた30年という言葉が指す通りの長く重い年月だった。あなたは三重野泰を英雄と呼ぶだろうか。それとも戦犯と呼ぶだろうか。あるいはその両方なのだろうか。ぜひコメントで教えてほしい。次回は昭和動乱が完全版をお届けする。満州事変から GA19 による占領統治まで、これまでの6本を一つの物語として再構成する総集編だ。歴史の見方が少し変わったなら嬉しいです。次回もぜひ見に来てください。